こんばんは。はるけです。今回はディフェンダー選手ティアリストになります。選手の調査を5段階で評価したものがティアリストになっているので、少しも参考になれば嬉しいなというふうに思います。今回もですね、新イベントの選手などを追加して更新をしました。それでは早速紹介をしていきます。こちらがですね、ディフェンダー選手の最新版のティアリストになってます。今週はですね、ライブの TOTS、そしてプレミア TOTS の選手たちを新しく追加をしてます。まずは D ですね。D はですね、こちら新選手で言うとエステピニャンですね。TOTS の一幕で来た選手になってます。また下げた選手としてダイナスティーズのティンバーだったりとか、あとはダンクですかね。センチュリオンのダンクだったりとか、そこら辺は下げてますかね。あとプジョルなんかも少し、下げました。で新選手 TOTS の一幕、特別賞ですね。のエストピニャンはですね、基本的にやっぱりそこまで強くはなくって、プレミアの TOTS という風な部分でも弱いですし、全体のディフェンダーっていう風になっても弱いなっていう風に思いますね。で、正直プレイザルプラスはクロスのプラスしか自分的にはいいものがないなっていう風にも思いますし、冷静さもね、低いという風な感じで、かつ能力的にも、やっぱ物足りない部分がありますので、ちょっと厳しいかなっていう風なところですね。そして続いては C ですね。C はですね、こちら新選手としては、オタメンディですかね。ライブ TOTS で登場しました、オタメンディ。で、また下げた選手、何名かいまして、バーサスアイスですかね、のスピナッツォーラだったり、フューチャースター、キビオル、あとはディアキテなんかも下げてますし、あとはラモスかな、バーサスアイスのラモスも下げてます。で、新選手、オタメンディに関してはですね、予測のプラスがついているという風なだけが良かったですね。他はね、もうちょっとやっぱり強くしてほしかったなっていう風には思います。なかなか取り切るという風な部分でフィジカルもそこまで強くはなくって、身長も低いからか、予測のプラスがなかったらちょっとやばかったなっていう風に思います。この予測のプラスでなんとか持っているっていう風な選手ですね。ただ結構操作感はいいというか、ちっちゃいというか、低めなセンターバックになるんで身長が。なので、動かしやすいですけど、その分ちょっと取り切るみたいな力は現環境はあまりないなという風に感じてここに入れました。そして続いては B ですね。B はですね、こちら新選手たくさん追加をしてます。ライブ TOTS ロビンソン、そして TOTS 一幕ジュステ、そしてプレミア TOTS ガブリエル、そしてライブ TOTS デスト、そしてクラウス、インカピエ、そしてプレミア TOTS ベン・ホワイトと、計7名ですかね、を B ランクに追加してます。また前回からだと、クリバリだったりとか、トリピアなんかも新しくここに入れてはいますし、ズーレなんかも91にアップグレードされているというふうなことですね。まずは新選手ロビンソンから紹介したいなと思います。普通にスタメン級の選手だと思います。全然使えるっていう風な選手になるんで、コスパはいいかなっていう風に思います。またここからね、アップグレーもね、あるという風なことで少し期待をしている選手になりますね。ただプラスにされても A にはいかないかなっていうぐらいの選手になりますし、ラピッドのプラス、ブロックのプラスっていうのは素晴らしいんですけれども、もう少し守備が強ければ良かったなという風な選手ですね。インターセプトとか、もちろん予測とか、ブルーだとかついていれば、より攻守にわたって強くなれたかなという風な選手ですね。そして続いてはジューステですね。TOTS の一幕、特別賞で来た選手になるんですけれども、本当に冷静さが高ければかなり良かったという風な選手ですね。ただペースの速さというのはめちゃくちゃありますね。ジューステだから追いつけたという風なシーンは非常に多くある選手になりますね。クイックステップのプラスがありながらペースはもともと95あるという風な選手になります。値段はかなり安いので、ケミを合わすことができれば使うべき、そんな選手になってますね。逆足さんだったりとかね、するのはちょっと残念ではありますし、予測もね、欲しかった選手になるんですけれども、本当ペースでかなり賄える選手にはなりますので、おすすめですね。そして続いてはガブリエルですね。プレミアの TOTS で来た選手。値段も結構安めで、この人もコスパな選手になるんですけど、守備力はね、高いと思いますね。予測、一応白でついてますし、
ブルーザーなんかもついてますんで、結構ゴリッといける、シーンがある選手になってます。ただ、若干ペースが遅いのかなって思う時がありますね。で、あとジョッキーも悪くはないけど、もうちょっと軽かったらよかったなって思う瞬間もあったり、します。また逆足3という風なところもちょっと残念で、今シーズンのガブリエルの活躍と比例して評価されればよかったかなって思います。もっと強くなれた選手だと思いますんで、強化の幅に個人的には、満足はいってないんですね。もっと強くなれたかなっていう風なところで、ペースはやっぱり87、8あればまたかなり変わっていたかなという風に思うんですけど、ただ、そうですね、十分強い、選手にはなりますので、スタメンに入っててもおかしくはないという風なところですね。そして続いてはデストですね。デスト、普通にこの人もいいですね。攻撃的なサイドバックとしては扱いがしやすく、ペースも速い選手になってますね。またクロスのプラスなんかもついてますので、クロスでしっかり追われるという風なところもいいんじゃないかと思います。それこそ、ヤンコウトかな。ヤンコウトのちょっと上位互換的な、選手にはなりますかね。インターセプトのプラスもついてるし、だから若干守備は、しながらというか、こういうのもでもフィジカルはないので、取りきれなかったりとか、なんかこう、フィジカルもっといってくれよって思うときは、ある選手になります。だからその分攻撃で見せれるかどうかっていうな感じなんで、ヤンコート好きな方は同じような感じで使えるかなっていう風なところで、一応プラスのカードにもなってますので、君は組みやすくなりました。そして続いてはクラウスですね。ライブ TOTS という風なことで、この人もアップグレに期待という風なカードですね。デストと、そうあんまり変わらないかな。一緒ぐらいかなっていう風な感じなんですけど、一応予測がついてるので、そこは安心できるかな。ただフィジカルもうちょっと欲しかったなっていう風な感じなんで、軽くて強い選手になってほしい、そんな選手になります。ビルドアップ能力とかもね、結構高くって、ドリブルもね、軽い選手にはなりますので、結構ありな選手になりますね。リーグワンの右サイドバックで言うんだったら、普通に強い方かなというふうにも思いますし、ブロックのプラス、インターセプトのプラス、ついてるっていうのは素晴らしいし、一応クロスもね、白でついてますんで、攻撃参加させながら、ちょっと守備もできるっていう風な選手になりますんで、プラスにされたら、ね、強くはなれますので、そこに期待ですね。そして続いては、インカピエですね。インカピエもね、悪くはないですし、ライブのね、TOTS の中では全然いい方だと思います。プラスにされればこの人も強くはなりますので、そこに期待なんですけれども、やっぱりね、予測は欲しかったなっていうのは思います。ほんと取り切る力、ほんとペースがやっぱりしっかりあるんで、そこでちゃんと刈り取ることができるんだったら、よりね、良かったなっていう風な選手になりますね。ただ、インターセプトのプラスはしっかりついてますし、ブロック、ジョッキーなんかもついてます。また、空中戦めっちゃ弱いっていうほどでは、ないので、頑張ってはくれるっていう風な選手で、またビルドアップもしっかりできる選手にはなりますんで、逆足さんですけど、パス能力かなり上手いっていうのもいいのかなと思います。結構軽さとね、速さっていうのがある選手にはなるんで、合う方は全然合うと思いますね。そして続いてはベン・ホワイトですね。ベン・ホワイトもかなり安いですよね。10万以内で買えるんじゃないかな。8万も多分しないかな、ぐらいで買えるので、結構おすすめな選手になってますね。攻守万能なサイドバックになります。特にパスがめっちゃうまいし、ビルドアップ能力もね、しっかり兼ね備えているっていうのは素晴らしいなと思いますね。ほんとサイドバックからスルーパスね、1本縦にバーンって送ることができるんで、そこはすごくよくって、またですね、ロングパスのプラスっていうのもサイドチェンジの時には行きますし、クロスのね、数値は低いんですけど、やっぱクロスのプラスがあることで、結構ね、いいクロスが行きますね。やっぱプレイサルプラス結構でかいなっていう風に思うんで、全然クロスを上げていってもいいという風な選手になります。で、また守備もね、ちゃんとできる選手にはなりますし、割といいかなっていう風なところ。ただ今後ですね、ペースがもうちょっとあればなって思ったりとかする人はいるのかなって思ったりしますし、また敏捷性も少し低かったりとかしますんで、だいぶ強化はされましたけど、A にはいかないかなっていう風なぐらいですね。そして続いては A ですね。
A はですね、こちらも新選手いますね。ライブ TOTS、ビセック、そして TOTS プラスで、来てます。今ね、サブリーグで来てます。ハンツコ、そしてライブ TOTS ロメロ、そして SBC で来ました。こちらもライブですね。TOTS のルーカス・バスケス、この4名かな、を新しく A に入れてます。で、また前回から避けた選手何人かいますね。SBC 来ていたクアドラド、バースデーのクアドラだったりとか、あとはデリフトなんかも下げてますし、こちらも同じく SBC で、当時来ていたバースデージェームズ、であとはミリトン、なんかもここに下げました。で新選手、ビセック、から紹介したいなと思うんですけれども、まあ、でかいですね。でかくて速い。っていう風な選手になるんで、結構ね、センターバックとして威圧感がある選手になりますね。この人がね、予測ついてたらめっちゃ強かったなってより思います。正直予測がなくてもしっかり取り切る力っていうのはありますし、やっぱでかいんでフィジカルでゴリッといける、そんな選手になりますね。またペースも速いんで後ろから追いつくっていうことができますし、足も伸びますし、かつビルドアップ能力、パスもうまいっていう風な選手になります。ドリブルもね、結構この身長の割にはモテる選手になりますんで、そうですね、プラスにされればですね、めちゃくちゃ強い、そんな選手になりますね。海外のトッププロの方たちも、この選手ね、かなりいいと推してる方もいるぐらいですね、非常にメタセンターバックな選手になりますね。プラス2が期待です。そして続いては、ハンツコですね。ハンツコ。この人サブリーグで、値段も安いんですけど、全然強いっていう風な選手ですね。プラスついてるんで、国とかチームかなり難しいですけど、まだ合わせれるようになったんで、全然 A ランクに入っててもおかしくはないかなっていう風な感じですね。他のセンターバックと比べても、見劣りしない力っていうのは持ってますね。一応予測のプラス、あとブロックのプラス、パワーヘッドのプラスなんかもついてますし、あとロングパスのね、プレーサーもついていて、なかなかいいな、ジョッキーとか、インターセプトとかね、ブルーザーとか欲しかったところではありますけど、守備能力かなり高くって、逆足も4で、またビルドアップのところ、ドリブルもね、パスもね、うまい選手にはなりますし、ペースは90ありますんで、そうですね、なかなかありな選手になりますので、ぜひちょっと使える方は使ってみてほしいなと思います。そして続いてはロメロですね。ロメロはね、かなり強化をされまして、ちょっと S に上げようか迷った選手ですね。プラスにされれば、そうですね、S に上がってもいいかなっていうぐらいの選手ですね。ペースがこれでも若干もうちょっと欲しいなって思うんで、ここがプラスにされて87とかになれれば、かなりいいなと思う。トリカンに関しては本当 S ランクにいる選手に匹敵するぐらいの力はありますし、しっかり足を出して、くれて取り切る、刈り取るっていう力がありますね。やっぱ予測のプラス大きいなっていう風には感じますし、また冷静さ、リアクション、積極性なんかもすごく高くなってますので、本当プラス2に期待ですね。そして続いてはルーカス・バスケスですね。SBC で登場しましたライブ TOTS の選手になってます。この人はね、それこそ先ほど B で紹介したクラウスだったりとかデストとか、そういう選手本当に同じです。その、若干上かなっていう風に思ったんで、ここに入れてます。クロスのプラス、ジョッキのプラス、ここ素晴らしいですし、フィジカルはね、気になります。フィジカルはやっぱりどうしても気になるし、この人も予測ついてないんで、それ取り切ってくれへんねやっていうのはありますけど、やっぱ操作かなりしやすくって、ペースも速い選手になっていて、パスもね、クロスもうまいっていう風な選手、あとはシュートもね、打てるっていうところもいいポイントで、逆足も5なんで、クラウスデストとかと同じ系統ですけど、若干上なのかなっていう風に感じて、ここに入れました。この人も本当に同じようにですね、攻撃に参加させてあげるべき選手にはなりますし、守備戦で使うともっといい選手はいますんで、本当サイドバック、右サイドバック上げたいっていう方向けの選手にはなりますね。アップグレードの可能性はかなり高い選手になってますので、プラスに期待ですね。そして続いては S ですね。S はですね、こちら新選手2名いますね。プレミア TOTS からファンダイク、そしてサリバ、この2名になってます。また前回からですね、エボリューションのムキエレを少し上げました。前回から今までの期間の間に自分はエボリューションをやりまして、ムキエレを
ここに入れました。基本エボリューションは入れてはないんですけど、自分はムケロやったんで、わかるので、その強さってところで S に上げました。エボリューションのムケレだと S にいけると思います。まずは TOTS ファンダイクですね。ダイクに関しては TOTY のカードからペースがプラス4、ドリブルがプラス3、ここが非常に大きなアップグレードかなと思います。正直現環境、現環境でもないな、今作最後までおそらく TOTY のダイクでもいけると思います。それぐらいやっぱダイクの力っていうのはとんでもないんですけれども、そっからこの S では強化されたっていうようなことになるんで、めちゃくちゃやばいですよ。もう本当にこいつは完全体に近いダイクかなと思いますね。もちろん逆足がね、3点はちょっと残念で、4の方がいいし、5の方がいいんですけど、ビルドアップ能力は全然あるんですよ。ロングパスのプラスもついてますし、もともとパス能力も高いんで、普通に逆足で展開してもずらさない。しっかり味方にね、届けられます。またそういうビルドアップ能力兼ね備えていながらもですね、守備力っていうのはとんでもないですね。勝手に取れますし、ボールにね、吸い付いていける、力も持ってます。予測のプラスを兼ね備えていながらこの守備能力ですし、フィジカルも強ければね、シュートブロックもちゃんとできますし、多分ダイクで守れなかったら、ちょっと厳しいかもしれないですけど、ダルを使っても多分無理だと思います。それぐらいやっぱこの人を使うことでのありがたみっていうのはすごくあると思いますし、この人一人ね、いるだけで失点率っていうのは格段に下がるかと思いますし、現環境トップのセンターバックになってます。そして続いてはサリバですね。サリバも同様に非常にプレメティブテストで強い、目玉のね、選手だと思います。かなりおすすめで、こちらのビルドアップ能力、備えていながらですね、しっかり守備もできるという風な選手になってます。で、ペースも速いですし、インターセプトのプラスがね、ついてるっていうのは、すごくいいと思います。また、ブルーザー、ジョッキーだったりもついてますし、で、ちょっとラピッドのね、プレイスタイルもついてるっていうのもいいところかもしれないですね。刈り取った後に自分で少し進めるっていう風な感じになってますね。大工までとは、いかなくともですね、現環境十分 S ランクに入っててもおかしくはない、そんなセンターバックになってます。こちらがディフェンダー選手の最新版のティアリストになってます。もちろんね、ここに入れきれなかった選手多くいると思うので、気になる選手がいればですね、気軽にコメントいただければ嬉しいなというふうに思います。それでは今回これで終わります。いいなとったらチャンネル登録、高評価お願いします。それでは、バイバイ。